皆さんこんにちは、あきです。今回は女性による世界最古の長編小説と言われる源氏物語の著者であり、大河ドラマ光る君へでも話題となった紫式部の足跡を約1000年前、彼女が生きた平安京の遺構を巡りながら学んでいくというテーマで京都の街を散策していきたいと思います。まずは京都駅から京都御所方面へ市バスで20分ほど。今回の京都旅、まず最初にやってきたのは京都御所のすぐ東隣。紫式部が生まれる数十年前、900年代前半創建の天台円城宗の総本山魯山寺にやってきました。実はここは紫式部とゆかりのあるお寺なんです。もともとこの辺りは紫式部の曽祖父藤原兼助が建てた邸宅があった場所で、それが紫式部の父親である藤原為時に受け継がれ、紫式部自身もまさにこの場所で育ち、源氏物語を執筆したとされています。門前には源氏物語執筆地紫式部邸宅跡と書かれています。立派な山門をくぐり境内を散策していきたいと思います。この魯山寺には紫式部にちなんだ源氏邸も整備されているとのこと。京都の紫式部ゆかりの地には基本こんな感じで解説の看板が立っています。散策しながら新しいことを知れるようになっていて、自分みたいな歴史好きにとってはありがたいです。本堂の中には源氏物語に関連した展示もあるようです。一瞬撮影禁止かと思って焦りましたが、この部分は大丈夫なようです。拝観料を払って早速室内に入ります。入り口では紫式部像がお出迎えです。紫式部の幼少期や結婚生活、出産など源氏物語の執筆以外にも人生の大部分をこの場所にあった屋敷で過ごしたと言われています。本堂の前には平安時代の庭園を再現した源氏邸が整備されています。京都白川の白砂と緑色の苔で見事に作られた枯山水。紫式部にちなみ、初夏から初秋にかけては美しい紫色の桔梗が約1500本花開くそうです。約1000年前、紫式部もここで花鳥風月をめでていたのでしょうか。もしくは涙を流すような月夜もあったかもしれません。実際に本人が立っていたかもしれないこの場所に来れたことで、世界に誇る傑作である源氏物語を書き上げるような偉人が一体どういう人間だったのか、さらに気になってきました。紫式部は平安時代の970年頃、下級貴族ながら崋山天皇の教育係も務めた教養人である藤原為時のもとに生まれました。幼少期に母や姉、そして親友を亡くすなど精神的に辛い時期を過ごしますが、紫式部自身によって記された紫式部日記によると、弟の信則が父から漢文を学んで苦戦している中、彼女はただそれを聞いていただけで全て覚えてしまったといいます。父為時はお前が男子じゃなかったのが残念だといつも嘆いていたというほど、幼少期より才覚にあふれた人物でした。自分には才能があるんだという自負はあるにもかかわらず、女性だというだけでなかなか自分を肯定できないという苦悩も日記からは見て取れます。その後の998年頃、20代後半で藤原信孝と結婚し、子宝に恵まれますが、幸せな時間もつかの間、わずか3年ほどで妻と幼子を残し、信孝は亡くなってしまいます。この時の彼女の心情の一端が読み取れる和歌が残されています。見し人の煙となりし夕べより、謎むつましき塩釜の裏。愛する夫が荼毘に付され煙となって消えてしまった夕方から、塩釜の裏でたなびく煙までもが親しく感じられる。最愛の夫を失った喪失感、悲しさ、寂しさを紛らわせたい気持ちもあったのか、この直後の1002年頃から源氏物語の執筆が始められたと言われています。平安貴族といえば華々しいイメージがあるかもしれませんが、紫式部は特に前半生かなり厳しい人生を歩んできたんですね。本堂内には国宝の源氏物語絵巻など貴重な資料が展示してあったり、このようなお土産もたくさん売っているので、
ぜひ実際にロザン寺に足を運んでみてください。はい、ロザン寺実際に訪れてみて、源氏物語ファンの方もこれから紫式部について学びたいという方にもとてもお勧めできるスポットだと思いました。紫式部と平安京、幸先いいスタートになったんじゃないかと思います。それでは次のスポットに向かいます。ロザン寺を出て右手、北側に数分。京都は少し歩けば史跡にあたりますが、次の目的地に行く道の途中に、源氏物語の皇帝に多大なる貢献を果たした藤原の貞家の屋敷跡があります。貞家は紫式部より200年ほど後、平安末期から鎌倉初期頃の貴族で、小倉百人一首や新古今和歌集の選者となるなど、歌聖と称された和歌の達人ですが、当時すでに紫式部本人が執筆した源氏物語の原本が失われてしまっていた中で、貞家の努力により各地から集められた写本をまとめて現在の源氏物語全54巻が編集されたといいます。実は今私たちが読むことができる源氏物語は、厳密に言うと紫式部の大ファンであった貞家が原本が失われた中で必死につないできたものなんですね。ちなみに2019年には冷泉家の蔵からなんと約800年前の貞家直筆の源氏物語が見つかったという界隈を揺るがす大ニュースがありました。貞家と源氏物語の関係性を深掘るといろいろと興味深いストーリーもあったりするので、ぜひ気になる方は調べてみてください。さて次はロザン寺のすぐ西隣にある京都御所にやってきました。京都御所とは明治維新まで主に天皇の住居として使用されていた場所で、794年桓武天皇が平安京に遷都をする際に作られたのが始まりです。ただ現在のこの場所に御所が移ったのは鎌倉時代のことで、もともとの天皇の住まいはもう少し西側に位置していました。今回の旅の趣旨は紫式部と平安京ということで、ここで一度平安京が一体どんなものだったのかという概要を皆さんにご紹介したいと思います。そもそも平安京は泣くようぐいす平安京という覚え方が有名ですが、もともと奈良にあった平城京で勢力を増していた過激な仏教勢力を起いした桓武天皇によって794年に京都盆地に遷都されたのが始まりです。これは京都盆地の衛星地図ですが、ここに現在の主要スポットを置くとこのような位置関係になります。今自分が立っているのは地図を拡大してこの辺り、衛星写真でもひときわ目立つ京都御所の南側の入り口付近です。ちなみに先ほどの紫式部が住んだ場所にあるロザン寺はこのすぐ隣で、またそのすぐ向こうには鴨川が流れています。ではこの現在の京都市と比較して1200年以上前に作られた平安京は一体どのようなものだったのか。現在の地図に当時の都の形を重ねるとおおよそこのような形になります。まず全体の大きさは東西 4.5 キロ、南北 5.2 キロにもわたるもので、桓武天皇によって長方形の計画都市として作られました。天皇が住み政治の中心でもあった大内裏と都の入り口であった羅城門の間には、幅約84メートルの朱雀大路が町を南北に貫き、これを境に東側が左京、そして西側が右京と呼ばれていました。あれ、なんでこれ左右が逆になってるのと思った方もいるかもしれませんが、実はこれはもちろんうっかりミスとかではなくて、天皇が住まう都の北に位置する大内裏から南に広がる平安京を見た際の向きが基準となっています。天子南面数という古来からの考え方から来ているもので、天皇から見て左が左京、右が右京という形になっています。ちなみにこの政務の中心であった大内裏の中に天皇が生活や儀式を行った内裏があったのですが、自分が今立っている京都御所はこの内裏部分にあたります。しかしこの内裏は完成以降たびたび火災に見舞われ、鎌倉時代末期の1331年に仮の皇居である里内裏であった土御門東の東院殿を内裏として使い始め、それが約500年間使われ続け現代に至ります。ただ場所は平安京の内裏とは異なりますが、江戸時代に造営された現在の京都御所の主要な御殿は、この檜皮葺白木造りの紫宸殿をはじめとして奈良時代から平安時代にかけての日本古来の建築様式を踏襲したものになっています。
この獅神殿は代理の正殿であり、まさにここで明治天皇、大正天皇、昭和天皇の即位の礼が執り行われました。紫式部が出資したのは厳密には代理ではなく一条院という里代理でしたが、京都御所では当時の雰囲気を味わうことができるのでおすすめです。ちなみに鴨川を渡った京都市左京区には平安神宮という神社があり、平安京の大々理に存在した政治や儀式における重要な施設であった長道院が入り口の大天門とともに当時の様式で再現されています。この平安神宮は平安京遷都1100年を記念して1895年に桓武天皇をご祭神として創建されました。これでも実際の長道院より小さい規模で復元されているので、当時の平安宮は想像以上に大きなものだったんだなと想像することができます。京都御所に話を戻して獅神殿の次は清涼殿を見学します。清涼殿はもともと天皇の日常生活のための御殿であり、宮中の重要な儀式などもここで行われたとのことです。この清涼殿の建築や室内の調度品も平安時代の様式を踏襲して再建されています。まさにこういった場所でかつての天皇が生活していたと考えると、かなり貴重なものを見れているんだなと改めて思います。紫式部が生きた時代に焦点を当てると、当時は一条天皇という帝がこういった平安宮の代理に住んでいました。しかし999年に代理で火災があったため、一条天皇は一条院などの里代理で生活をするようになりました。そして話がつながってきました。この一条天皇の治世下で皇后の一人である中宮彰子に仕えたのが今回の動画の主人公である紫式部だったのです。では夫の信孝亡き後、源氏物語を執筆していた紫式部はなぜ中宮彰子の女房として仕えることになったのでしょうか。実はこの時紫式部をスカウトしたのが、この時代を語る上で欠かせないもう一人のキーマン、中宮彰子の父であり藤原摂関政治の最盛期を築き上げた藤原道長でした。この藤原道長と紫式部の関係性を家系図で示すとこのようになります。平安時代、藤原北家が天皇の外戚、つまり娘を天皇に嫁がせ次期天皇の母親とさせることで影響力を深めていくという動きが見られました。藤原道長の父である藤原兼家も娘である千子を延佑天皇に嫁がせ、その子である一条天皇が即位すると晴れて天皇の外祖父となった兼家は7歳で即位した幼少の一条天皇の政務を補佐する摂政に就任します。兼家の五男であった道長は当初兄である道宝の後陣を拝していました。父である兼家が亡くなる直前に一条天皇には兄の道隆の娘である定子が嫁ぎましたが、この中宮定子に仕えたのが枕草子で有名な清少納言でした。定子は一条天皇から愛され、世継ぎは道宝中野関白家から出そうだと目されていた中で、天皇を補佐する関白の職にまで上り詰めていた道隆が急死、道隆の子である惟親と道長の激しい権力闘争が始まりました。996年に惟親が前天皇の崋山法皇を襲撃した長徳の変に衝撃を受け、同じ中野関白家であった定子は出家してしまいます。その後道長が娘の彰子を一条天皇に嫁がせますが、天皇の定子への愛は深く、出家した定子を再び宮中に呼び戻し、第一王子の敦康親王が誕生します。しかし1000年に定子は第三子の出産で亡くなってしまい、一条天皇は深い悲しみを負うことになります。ここは様々な説がありますが、当時まだ幼かった彰子を一条天皇に振り向いてもらえるような后へと成長させるために、一条天皇と同じく最愛の人を亡くし、当時ちょうど貴族たちの間で評判となっていた源氏物語を書き始めていた紫式部を道長がスカウトし、同時に物語執筆の援助もしていたのではないかという説があります。この時のリアルな宮中の様子と紫式部の心情が記録されている紫式部日記には、体調が優れない中、周りの者たちのどうでもいい話にもしっかりと耳を傾けている中宮彰子の様子に、このような方に仕えられてよかったと、そして普段の憂鬱な気持ちも吹き飛ぶと、紫式部の切実な心情が吐露されています。以上が当時の紫式部と藤原道長らの関係性の概略です。彰子と定子のこのどちらが一条天皇の後継者となるのか、
そして紫式部は彰子に仕えた後どのような人生を送るのか、続きはまた後ほど解説しますが、一旦京都の旅に話を戻したいと思います。そういえば京都御所にいたんでした。今皆さんにシェアしたようなストーリーを知った上で、こういった平安時代の趣を感じれる場所を見て回るのと、何も前提情報なく回るのとでは感動の度合いも変わってくると思うので、ぜひ下調べした上で実際に訪れてみていただけるといいかなと思います。当たり前のことかもしれないですが、この規模の建築と庭園を整備するのはかなり大変なことだと思います。職人さん方には本当に感謝しないといけませんね。京都御所を後にして次の目的地へ。4キロほどの距離があるので、ここからレンタルサイクリングで向かいます。この冬の鴨川と京都の山々も凛としていて本当に美しいです。続いての紫式部ゆかりのスポットは、京都市北区に位置する上賀茂神社。京都最古の神社の一つであり、その起源は神話の時代にまで遡ります。平安京が作られる100年以上前の677年には、現在とほぼ変わらない規模の社殿の元が築かれていたというから驚きです。上賀茂神社はユネスコの世界文化遺産にも登録されています。なんと11年後の式年遷宮の案内があるあたりも、歴史的なスケールの大きさを感じさせられます。この上賀茂神社には本殿のご祭神と縁のある神様などを祀った24の節末社があるのですが、そのうちの一つのこの片山巫女神社、通称片岡社には、約1000年前紫式部も実際に参拝し、この写真にあるようにホトトギスが現れるまでは片岡社の森の梢の下で朝露の雫に濡れても私はずっと待っていますという歌を読んだ記録が残っていることから、この片岡社は古くより縁結びのご神徳があるとされ、特に女性に人気があるということでした。日本古来の建築や境内の自然もとても美しかったです。ただ動画の撮影は事前許可が必要とのことなので気をつけてください。実は今回撮影許可を取るのを失念してしまってました。皆さんに細部をお伝えできなくて残念なんですが、本当におすすめの場所なので、ぜひ実際に足を運んでみてください。上賀茂神社の目の前で気になるお店を見つけました。自分は知らなかったんですが、焼き餅というこの辺りの名物らしいです。その場で出来たてのものを持ち帰ることもできるみたいです。いやー、これは焼きたて出来たてでめちゃくちゃ美味しそうです。せっかくなので普通のとよもぎ味の2種類買ってみました。今あちらの焼き餅屋さんでこの焼き餅、これよもぎですね、これ買いました。その場で焼いてくれるんですよね。で今この寒い中でこれだけあったかくてすごい手が助かります。あ、匂いもいい匂い。よもぎの皮に中にはあんこが入ってて、いやすごい美味しいですね。この寒空の中で身に染みます。朝から何も食べてなかったので、これが今日初めてのおやつですね。上賀茂神社から南下すること約2キロ。続いての目的地大徳寺に到着しました。鎌倉時代に創建された臨済宗大徳寺派の大本山で、皇室にも認められた非常に由緒あるお寺ですが、応仁の乱で開陣に帰してしまい、一休禅師によって再興されます。その後は多くの戦国武将がここで禅を学ぶなど大いに栄え、織田信長の葬儀も豊臣秀吉によってこの大徳寺で行われました。そんな大徳寺ですが、ここにも一部紫式部と関係のあるスポットがあります。こちらが大徳寺の地図ですね。今この総門入ったところにいるんですけど、いやこれすごい規模ですね。結構広そうです。ここにも紫式部のゆかりの地があるとのことなので、そこを中心に回ってみようと思います。入り口から奥に歩くこと数分、今から約600年前に一休禅師によって創建された真珠湾に到着しました。ここには紫式部の産湯に使用したと言われる井戸や、17世紀に描かれた金色の源氏物語図屏風など貴重な紫式部ゆかりの品を鑑賞することができます。ただ基本的に期間限定での公開とのことなので、事前に確認することをお勧めします。
この真珠湾には紫式部の産湯の井戸が残っているとの伝説があるらしいんですけれども、この大徳寺のすぐ近くにはですね、源氏物語に登場する雲林院という、ここも紫式部とゆかりのある場所があるので、次はそちらに向かってみようと思います。はい。いや、すごいですね。これは83歳の方が書いたんですよね、これを。そういうの言います。なんてお名前の方でしたっけ？はい。大徳寺の外でちょうどこの辺りの地名である紫野という住所表示を見つけました。先ほど紫式部の産湯に使われたという井戸があったように、彼女はまさにこの辺りで生まれたと言われているのですが、面白い偶然ですよね。かつての平安京の北にあたるこの辺りは、高貴な色とされた紫色の草が咲いていた風光明媚な場所で、桓武天皇の子である純那天皇の離宮雲林庭が築かれました。その後雲林庭は雲林院という寺となり、源氏物語もその名が登場しています。またこの雲林院には紫式部の母親が安産のためのお参りをしたという逸話が残っており、この辺りが紫式部生誕の地であり、また晩年を過ごした場所だという説があります。では源氏物語を執筆し始め、藤原道長に娘の彰子の家庭教師役としてスカウトされてから晩年に至るまでの紫式部の人生はどのようなものだったのでしょうか。先ほど中野関白家と道長らの権力争いの結果、道長が勝利し一条天皇に嫁がせた娘の彰子に教養を身につけさせるため、当時すでに源氏物語の面白さが貴族たちの間で評判になっていた紫式部を彰子の家庭教師や世話役の女房として宮中にスカウトしたというところまで解説してきました。当時絶大な権力を誇った道長が源氏物語執筆の影の支援者だったという説は、平安時代かなりの貴重品であった紙を中流貴族の出身である紫式部が無尽蔵に用意できたという点からも有力な説なのではないかと個人的には思います。ちなみに源氏物語は大きく3部作に分けられることが多く、全ての章を合わせると54巻にもなる一大長編小説ですが、聖書用以外にも下書きや書き損じ文を含めるとなんと2000枚以上の紙が必要だったという試算もあります。自分の表現したい長編の物語を構想しても、道長の援助のもと最後まで書き切ることができるという自信があったからこそ、紫式部は過去に例のなかった女性の手による長編小説を書こうという一大決心がついたのではないかと思います。紫式部が宮中で彰子に仕え始めたのは1006年頃と言われています。彰子はこの時18歳、当時から病気がちだった道長は一条天皇との間に自分の血を引いた男子が誕生することを切望していました。紫式部が宮中に入ると源氏物語を読みたいと思ったのか、一条天皇は彰子のもとに足しげく通うようになります。そして次第に一条天皇と彰子の仲も深まり、紫式部が宮中に入ってから2年後の1008年に待望の皇太子、後の御一条天皇が誕生します。紫式部は宮中で起きていた実際の皇位継承問題を源氏物語の作中で同じような形で描くなど、リアルな政治劇も盛り込み、作品の奥行きを増させることで一条天皇からの関心も得ていったのではないかとも言われています。ちなみに紫式部は当時のリアルな様子を今日に伝える貴重な資料である紫式部日記を宮中に入ってから執筆しているのですが、この彰子の出産と皇太子誕生の様子もしっかりと記述されており、特に道長に関しての記述では、将来の天皇となる我が孫に服を汚されてもむしろそれを喜ぶほどの出来合いぶりが見て取れて、人間味あふれる様子が伝わってきてかなり面白いです。その後彰子はもう一人の男子、後の御朱雀天皇も無事授かり、これにより道長らの家系の権力基盤は次第に盤石なものとなっていきました。紫式部はその後も彰子に仕えながら源氏物語を執筆していきますが、鳴り物入りの才女という評判で宮中に入った紫式部は、もともといた女房たちとなかなか打ち解けられず、一時は気を病んでしまい5ヶ月ほど引きこもってしまったといいます。
紫式部日記には宮中での人間関係に悩む紫式部の心情が吐露されています。これから先どうなってしまうのだろうと将来の不安で心細くどうしようもない気持ちになる。もう自分は生きてる価値がないと感じているが、それでも恥をかかないよう努めてきた。しかし宮中で働くことで恥ずかしい思いや辛い思いをこれでもかと痛感させられた。我が子が幼いうちに夫を失い、残された母としての重圧と才能あふれる女性に対する周囲の冷たい視線など、1000年前の偉人紫式部も実は人生における様々な悩みや葛藤に苦しんでいたということが、この紫式部日記を読むとリアルに伝わってきます。先ほどの雲林院から500メートルほど歩いて堀川通りという大通りに出ると、紫式部と小野の高村のお墓があります。小野の高村は平安時代初期の公卿であり、閻魔大王の下で裁判を補佐していたという伝説がある人物です。なぜ100年以上異なる時代を生きた小野の高村と紫式部の墓所が隣り合わせであるかというと、当時から仏教の教えで嘘をついてはいけないという戒律がありますが、紫式部の死後、一部で源氏物語という男女の欲望渦巻く愛欲の一大物語の作者である彼女は地獄に落ちてしまったのだという話が囁かれるようになりました。そのような苦しみのうちにあるとされた紫式部を救うため、閻魔大王との伝説があった小野の高村のお墓と隣り合わせで作られたという背景があります。当時生まれたこの紫式部を供養する文化のことを源氏供養といい、これを題材とした能の演目や三島由紀夫による戯曲も作られました。冒頭で紹介した藤原定家のような源氏物語を愛する人々の紫式部を思う気持ちがそうさせたと思うと感動しますよね。先ほど紫式部の教育も一部功を奏したのか、中宮彰子が後のご一条天皇とご朱雀天皇を無事出産したところまで話しましたが、その2年後の1011年に一条天皇が崩御してしまいます。その後三条天皇が戦争しますが、健康状態の悪化と道長の圧力もあり、1016年に譲位することとなります。こうしてついに彰子と一条天皇の長男がご一条天皇としてわずか9歳で戦争することとなりました。この時先に誕生していた定子の子と後から生まれた彰子の子との間でどちらを天皇とするかの議論が巻き起こりましたが、すでに当時道長は強大な権力を手にしていたため、彰子の子が優先されることになりました。そして道長がご一条天皇の外戚として摂政となった1016年前後に紫式部はこの紫野の地で亡くなったと言われています。紫式部の死後、信孝との一人娘である剣氏が母の後を継ぎ彰子に仕えました。その後この剣氏はご朱雀天皇の息子の一人であるご冷泉天皇の乳母となるなど女房の最高位であり、天皇や皇后に仕える従三位天子にまで出世しました。恋多き女性であったのに加え、母譲りの歌人としての才能も大変優れたもので、百人一首に彼女の和歌が選出されるなど、第二の三味という名で数々の名歌が後世に語り継がれています。優秀さのあまり男だったらよかったと言われて育った紫式部なりの教育方針がこのような才女を育て上げたのかもしれませんね。ここが紫式部のお墓ですね。実際に亡くなった場所とはもしかしたら違うかもしれないんですけれども、一応ここに現在小野高村と一緒にお墓が設置されています。1000年前の人物のお墓が今でもこうやって花を手向けられ、彼女を慕う人々から人々に時代を超えて受け継がれ手入れされ続けている。実際に訪れてみて胸が熱くなるものがありました。大徳寺や雲林院、そして紫式部のお墓のある紫野の地ですが、実はもう一つおすすめスポットがあります。それがこの船岡山です。街中に急に現れる小さな山ですが、実は平安京を語る上で結構重要な場所なんです。先ほどこの動画内で平安京の当時の規模をお伝えしましたが、この船岡山は平安京のちょうど中心線上に位置し、桓武天皇はここから京都盆地を見下ろし平安京遷都を決めたという説もあり、国見の丘という別名がある場所です。
これは当時の平安京の復元図です。地図と向きが逆になっていますが、朱雀大路から天皇が住む大内裏を抜けて平安京の外側すぐ真北に船岡山が位置していることが見て取れます。桓武天皇がそうしたと言われるように、平安京をここから見下ろせば整然とした碁盤の目状の美しい都の姿を眺められたことでしょう。現在ではこの船岡山からは京都タワーなども望むことができます。また周囲の山々と開けた市街地という京都盆地の地形的な特徴をしっかりと確認することができます。船岡山は標高100メートルほどの小さな山なので、特に準備してなくても問題なく山頂まで登れると思います。また山の中腹には織田信長を祀る乾坤神社があったり、周辺にはおしゃれなお店などもあるので、紫野に来る際はぜひ立ち寄ってみてください。最後の目的地に向かう途中でこの美味しそうな焼き芋屋さんを見つけました。ちょうど今回の動画にぴったりな紫芋を見つけたので、縁を感じて買ってみることにしました。これが今日最初のご飯です。で、裏道を抜けてかつての朱雀大路の場所に位置する千本通りに出てきました。ちょうどここに代理跡と源氏物語という説明板がありますが、実際ここはかつての大内裏の内側にあたる場所にすでに入っています。この紫神殿というのは先ほど京都御所で見てきたものですね。今からこの大内裏の中でもかつて天皇が住んでいた場所である内裏があった場所を散策してみようと思います。歩いていると早速重石跡に行き当たりました。ここは別名桐壺と言いますが、源氏物語の作中で主人公光源氏の母親である桐壺の皇位が住んでいた場所はここを想定されたものでした。紫神殿の後ろに位置する上京殿跡は京町屋風の宿の端に石碑が立っています。かつてこの場所に住んでいた岸女王は愛する光源氏の周囲の女性への嫉妬から生き量となってしまうという物語前半の重要部分の主要キャラクターである六条の宮洲所のモデルとなった人物と言われています。で、そのすぐ隣には古貴殿跡があります。源氏物語にも光源氏と対立する人物として古貴殿の女房が出てきますよね。こちらは天皇の住まいの内側部分の跡です。ここは発掘調査の結果、住居排水用の暗渠などいくつかの遺構が発見されているとのことで、住宅街の中、ここは当時を忍ばせる規模の土地が残されています。今かつて平安京の中心だったエリアのあたりを通っているんですけど、もう現代になって民家が結構多くて、1000年も前なので、平安京の時は。いや、面白いですよね。なんか、子供とか学校で、俺の家1000年前の天皇の住処なんだよ、みたいな。俺の家代理なんだよ、みたいなこと言えそうで、面白いですね、この辺は。生まれてきて物心ついて、自分の家が、もともと都の中心だった天皇の住まいだったみたいな。日本で一番やんごとない場所だったみたいなことが分かったらちょっとテンション上がりますよね。多分だからどうってわけじゃないですけど、いやこの辺の人たちに聞いてみたいな。実際何も思ってないからさすがに。かつての平安の都は今一般的な、住宅街になっているということですね。今では普通の身分の私たちでも普通にこの辺で暮らせるということですね。現在平安京の大黒殿跡には内野公園が整備されています。先ほどの京都御所での解説でもお伝えしたように、この大黒殿は平安時代当時の政治や儀礼などまさに国家の中心地でした。平安京の復元図で確認してみると、中心を通る朱雀大路のちょうど先にあるのが大内裏内の大黒殿です。こちらも冒頭で紹介したように、このような当時の様子を少し縮小させて再建されたのが平安神宮です。この大黒殿石と平安神宮はセットで訪れたいところなのですが、歩くと1時間ぐらいかかるので、事前に移動手段を確認することをお勧めします。内野公園には大黒殿の跡地を示す立派な石碑が作られています。かつての国家の中心も1000年経てば痕跡がほとんど残らないと思うと、諸行無常だなと感じてしまいますね。平安京の大黒殿の跡地でこの紫芋を食べたいと思います。さっき買ったやつですね。
美味しい。中もやっぱり紫で。今日結局お昼も何も食べなかったんで、染みます。今回は時間の関係で立ち寄れなかったのですが、ここからさらに南下していくと神泉苑という寺院があり、平安京の歴史を深掘るならここもぜひお勧めしたいです。この神泉苑はもともと古来より水が湧いていたところに平安京が整備されるのとほぼ同時期に造営された禁園、つまり天皇など皇室のための庭園でした。豊かな水が湧き出ていたため、日照りの際には空海などもこの地で雨乞いの儀式を行ったと伝わっています。そして最後に京都文化博物館にも立ち寄りました。ここでも平安京の都市としての移り変わりの様子や紫式部の足跡について豊富な資料とともに学ぶことができるのでおすすめです。他にも京都市考古資料館や京都市平安京創成館なども今回の動画のような平安時代の歴史文化を学ぶのにおすすめです。コメント欄に情報を記載しておくのでぜひチェックしてみてください。さて今回紫式部と平安京というテーマで多くのスポットを巡ってきましたが、ついに全行程を終えて京都駅に戻ってきました。世界に誇る女流文学である源氏物語を執筆した紫式部。輝かしい実績とは裏腹に彼女の人生を少しずつ紐解いていくと、波乱万丈な人生の中でも諦めず自らの内から湧き出てくるものを表現し続けた人なのだということが今回分かりました。幼少期に母親や姉を亡くすという辛い経験をしたことに加え、学問の才能を発揮しても父親には男であればと嘆かれる、愛し合った夫とも結婚後すぐに死別してしまい、そして出資先の宮中では自らの身分の低さからいじめにもあってしまうなど、常人であればそのような状況からあれだけの創作活動を行うなんて難しいのではないかと個人的には思いますが、紫式部はそういった辛い体験や鋭い人間観察眼をもってして人間の本能に根ざす普遍性や無常感を感じさせるような千年読み継がれる壮大な物語を作り上げました。源氏物語内に作者である紫式部自身の思いが現れているのではないかと読み取れる一節があります。善も悪もこの世に生きる人々のありさまは見飽きることがなく、語り尽くせないほど多くのことがある。そうした後の世に伝えたいと感じた事柄を心の中にしまっておけずに書き始めたのが物語というものの始まりなのです。